奈川の工具屋さん、ワールドインポートツールズさんで見つけた面白い道具をいくつかご紹介。ただいまワールドインポートさんでは絶賛サマーセール中。今回紹介するもの、対象になっているかはわかりませんが、素敵なアイテムがたくさん溢れています。ぜひぜひ店舗、ホームページを覗いていってみてください。一つ目、スタビレのワイヤーストリッパー。対象の電線の径に対して道具が勝手に刃先を調整してくれる被覆向き用の工具です。しかも電線に対して縦方向、同軸方向に使うことができる道具。刃の部分をアップにするとこんな感じ。板状のブレードが重なるように並んでいまして、それぞれが独立して板バネのような動作をしますので、電線の線形に工具が勝手にアジャストをしてくれます。何も考えずに電線に刃先を当ててグッと握るだけで被覆のみをカットすることができます。実際にやってみますとこんな感じ。正しい使い方かわかりませんが、エンドワイヤーストリッパーと同じくグッと握って切れ込みを入れてから半回転ずつ回します。十分に切れ込んだら下流側を掴んで引き抜けば被覆を剥くことができます。ただ、使うのが難しいと感じました。自動調整とされていますが、握りっぱなしで回してしまうと芯線をかなり傷つけます。そのため、結局自分の手感で握り具合を調節する感じ。ぐっと握って切れ込みを入れたら、刃を少し緩めて回転をさせます。うまくいけばなかなか綺麗に剥けますが、しかし結局自分で調整するならなんだかなという感じです。私の試した製品がいまいち調子悪いのかもしれません。次はより線も試してみました。細めなより線では切れ込み入れた後に回転させて刃を入れようにも電線がふにゃってできませんので、2、3回角度を変えて握り込むことで切れ込みを入れてみました。コンマ2、コンマ5とコンマ75スケアのより線で試したところ、軽く引きちぎるようなフィールとはなりますが、どれも綺麗に剥くことができました。より線1、2本持ってかれるようなこともないっすね。ただ使ってみてグッとくるものはないっす。私は縦に剥く道具はこちらのクニペックス製品使っていまして、コンマ5スケアまでのより線剥くなら断然こちらがおすすめです。スタビレーに比べて工具の先端が細いこと、また刃の切れ味が良く、握るだけでスパッと切ることができます。この2つの道具比較するのも土俵が違うようにも思いますが、私の使い方、自動車系メインではクニペックスが使い勝手よく感じています。電線に対して横向きではなく縦方向に向けるのって便利なことも多いです。普通のストリッパー、横向きに使うものはどうしてもスペースの制約を受けることがあります。同軸に使える工具なら障害をかわせることもありまして、車両からハーネスはぐらずに作業するときに大変重宝しています。一風変わったこれらのワイヤーストリッパー、どちらもワールドインポートさんで現物を確認することができます。ぜひぜひ使い比べてみてください。2つ目、クニペックスのツイングリップ。これは以前2つ動画を作っていまして、とてもいい道具に感じています。去年手に入れた道具でそれこそ1、2を争うぐらい気に入っている道具。世界的にも評判が良い道具だそうで、日本でも相当な品薄状態が続いているそう。ウェブを見てますと定価以上の値段で売られているのを目にします。入荷されるのを待っていた方も多いのではないでしょうか。この道具店頭に並んでいるのは久々に見ました。ただお店にあるとは言っても樹脂グリップもコンフォートもまだまだ数は足りていないそうで、品薄状態は続きそうとのこと。これらもいつまでお店に並べられるかはわからないとのことでした。クニペックスのツイングリップ素晴らしい道具だと思っています。この機会にぜひ手に取られてみてください。3つ目、ベータのバイクカバー。これは超個人的な趣向で、私ベータというブランドが大好きなんです。
工具の性能に惚れたとかそういうことではなく、ただただかっこいいんですよね。私にとって欧州の舶来物の代表格、昔から憧れのあるブランドなのです。そんなベータの真っ黒なバイクカバー、シンプルなスパナマークにたった4文字 BETA のロゴ。かっこいいっすね。かっこいい。というかただそれだけ。何年素材なのかもわからない。いたずらの刃物に強そうな雰囲気もない。防水の機能はあるようですが、バイクカバーとして特筆すべき性能はありません。最近のバイクカバーはよくできたの多いですから、このお値段にこの性能で勝負に行くのはまあ厳しいかと思います。サイズは M と L の2種類。バイクのカバー買うときって国産品ですとバイクによって適合表があったりしますが、ベータのこれはめちゃくちゃにアバウト。自分のバイクにどちらのサイズが合うのかもよくわからないというギャンブル感。普段は L 以上買ってますので L サイズを被せてみたら子供がお父さんのスーツ着たみたいになっちゃいました。よっぽど大きく背の高いバイクでない限り M サイズで十分でしょう。同じ値段でもっと機能的であったり買いやすい製品は多くあるように思います。正直おすすめはしないですけど格好はいいっすよ。超絶格好の良いバイクカバー。ベータというと最近はあまりフォーカスされることもない印象ですが、私としてはまだイケイケかっこいいと思っています。皆様どんな印象をお持ちですか？イタリアの雰囲気あるバイクカバー、人とちょっと違うものをお探しの方は検討されてみてください。4つ目、ビムツールズの携帯チェアレースデイシート。名前の通りレース観戦に使うのかな、簡易的な椅子です。椅子というよりは腰掛けという感じですね。収納時は肩掛けの小さなポーチサイズで、組み立てると最大45センチ、100キロちょっとの耐荷重を誇る腰掛けになります。表裏に開けられた穴に指を入れてグッと引っ張りますと、はめ合いが外れて引き伸ばすことができます。求めるサイズまで引き伸ばしたら、今度は少しひねってロック。少し押し込んで縮まないことを確認すれば、もうそれは立派な腰掛けの完成です。座ってみてちゃんとしてますね。ギシギシは言いますが、頼りなかったりあまりに不安定なんていうことはなく、フットプリントは小さいですから酔っ払っていたら危ないですし、座面にクッション性はないですから快適とはいきませんが、整備のお供に使ったり、ガレージで少し落ち着きたい時に座ったり。高さはだいたい4センチ刻みでそこそこ自由に調節することができます。収納、片付けも簡単。先ほどの逆工程、つまんでひねって畳むだけ。最後にロックをかけて完了です。最小状態にしますとこのサイズ。重量も重くはなくて 1.1 キロほど。車に放り込んでおいたり、ガレージの壁にかけておいたり、これは便利ですね。プレゼントにも具合良さそう。これはぜひ欲しいと思いました。1点、床を選びます。多少デコボコな面でも使えるには使えますが、本体は樹脂ですから地面と点で接して圧が集中してしまうと最悪割れることが考えられます。ご留意をいただきたいポイントとなってます。ビムツールズの携帯チェア。ワールドインポートさんではまだ試しに仕入れただけみたいで在庫は極小。売れずに残っていればお店で試すことができます。ぜひぜひ足を運んでみてください。5つ目はプロートさんのトルクレンチ。カチッと音がする一般的なタイプと異なり、指定トルクに達すると空転し、それ以上力をかけてもトルクを伝えなくする面白い仕組みが採用されたトルクレンチです。ダブルチェックは悪なのか問題にこの道具なら終止符を打てるかもしれません。使ってみますとこんな感じ。一般的なトルクレンチと同じくダイヤルでトルクを設定して、あとはネジを回すだけ。目標トルクに達するとよっこらせという具合に空転し、それ以上ネジに力を伝えなくなります。
空転するといっても急にすっぽ抜けるわけではなく、適度にブレーキがかかりながら山を乗り越えるような感じで独特な操作感なんですよね。お伝えしにくいのですが、とにかく勢い余って突撃してしまうような怪我の心配は無用です。お店にありますトルクチェッカーをお借りしていくつか使い方を試してみました。素早く回したり、ゆっくりと回してみたり。目標トルクに達した後にさらに力をかけてみたりもしましたが、設定トルクから大きく外れることはありませんでした。これはとても便利、画期的な使用感だと感じています。目標値になったら空転をするトルク管理機器はプロチのスマルクを使っていますが、こういう工具とても作業を楽にしてくれます。慎重にならずにグッとネジを回すだけなので本当に楽なんです。このトルクレンチも同じように作業を円滑にしてくれそうという感想を持ちました。壊れ方が想像できない。例えば空転部分がスティックしてしまうとオーバートルク一直線なのでそこだけ不安ではありますが、故障時の心配はどんなタイプの道具も同じかなとは思います。ちょっとお値段が張るのと個人的にはレンジが低いというのが弱点には思いますが、この道具刺さる方も多いのではないでしょうか。お店に入って入り口すぐ脇に展示をされています。使用感の確認も可能とのこと。お立ち寄りの際はぜひ試してみてください。さて、ワールドインポートさんではこの他にも面白い珍しい道具をいくつも在庫されています。最近は特に在庫の拡充に力を入れているとのこと。店内が少しずつごちゃごちゃしてきたと感じています。実物を見れる、触れるというのは大きなメリットですから、お近くの方はぜひぜひ足を運んでみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!